皆さん、こんにちは。本日はリグリアというイタリアの地域のレッコという町の名物フォカッチャディレッコをご紹介しようと思います。生地の特徴はイーストが入ってないので発酵させなくてもいいし、作り方もめちゃめちゃ簡単だし、あとチーズたっぷり入ってるのでチーズが大好きな人におすすめです。ぜひ作ってみてください。じゃあいつも通り愛を込めて料理を作っていきましょう。はい、早速食材をご紹介します。最強リティコとオリエクストラベルジネドリーバ、美味しいやつ。お水と塩だけで、だからヒスト入ってない生地です。作り方、こね方もとても簡単で、中に伝統に基づいたらクレッシェンサというイタリアのチーズ、ナチュラルチーズとそっくりなんですけど、それは多分日本でなかなか手に入れないので、私も結局クリームチーズを使って作ります。別に、ブルーチーズ好きな人とかゴルゴンゾーラとかタレージョン、つまり料理はご自由に作ってください。じゃあすぐ作っていきましょう。ボウルに最強力を、食材は全部一気に入れるからとても簡単です。最強力粉とお水と塩とオリエクストラベルジネドリーバ一気に入れてこね始めよう。キメが細かくなるまでしっかりこねましょう。この生地の特徴はその最強力粉のおかげで弾性が強い、グルテンが強いので薄くまで伸ばせる。そうですね、結構面白い生地ね。この間作ってみたんですけど、やっぱりチーズだけじゃなくてトマトとか、トマトソースなど入れてもめちゃめちゃ美味しい。フォカッチャでもフォカッチャというよりなんかおやつっぽい。でも本当に美味しいな。あとイースト入ってないから発酵させなくても、こねてからただ30分ぐらい寝かしてもう薄く伸ばして出来上がりです。おやつが大好きな人におすすめです。心癒しですね。生地が均一になったら、私の鉄板に対してだいたい家庭のオーブンの鉄板は多分こんな大きさだったら、この量作ったら4分の1に分けてフォカッチャが2つできます。生地分けてそんなに丁寧に丸めなくてもつかないようにちょっと粉を振ってトルチョンをかけてだいたい30分ぐらい寝かしましょう。寝かしたらグルテンが緩んで伸ばしやすくなります。じゃあ30分後、30分経ったら伸ばし始めよう。ポイントはこちらです。薄く伸ばすかというより透明になるまで伸ばさないといけない。そうですね、最強力粉を使わなかったら、もうこの時多分生地が破れてるかもしれませんですけど、最強力粉を使ったら破れにくい。でもし少し破れたら全然もう一回生地をひっつけてもう一回伸ばし始める。
少し鉄板に油を塗って、そうですね、アドバイスなんですけど、トマトソースなど入れてもいいんですけど、水分が多い食材乗せたらかけたら破れるかもしれません。はい、チーズ塗りましょう。たっぷりね。均一に塗らなくてもいい。このフォカッチャの特徴はデコボコです。薄いですね。この上に少し穴を開けて、焼く前に少しオイルエクストラバージンドオリーブとクリスタルソルトをかけましょう。よし。300度の予熱したオーブンで12分ぐらいかな焼きましょう。様子見ながら。おビールある？いいな。よし、早くカットして食べよう。それでは、buon appetito。いただきます。おいしい。おつまみ。